Turn on subtitles. ゆっくりしていってね。ゆっくりしていってくれだぜ。普段は今時の女子高生。しかしある時は華麗なバイクレーサー、またある時は魅惑のシンガー。その実態は愛の戦士キューティーハミー。新番組キューティーハミーユニバース放送スタート。こりゃ地上に舞い降りたヴィーナスですわ。男にはできない。たまんねえぜ。言い方言い方。七色ローズじゃなくて七色の姿徹夜と間違えてる人いないよ。ヤシロとちゃんだ。ちゃん。好きなんでしょ。文化祭の準備ちゃんとする子。ダメなんだよ。それ以上近づかないで。それ向こうのセリフだよ。この子もなかなかダンス上手ですね。チュンチュンだぞ。このダンスバトルロワイヤル、最初にミスしてしまうのは誰か？子供から老人まで誰でも踊れるよう作られてるだろ。半導体の見本市だ。 JR、ヤマハ、いろんな日本企業がお世話になってる。サンキューサミー。アメリカの女の子のなりたい職業ナンバーワンな理由がわかりました。ロールモデルというやつだな。とはいえ、楽しくお仕事されているようで、何よりです。それがいつでも順風満帆というわけでもないんだ。というと？以前地下鉄構内で盗撮され、その動画をアップロードされるという被害に遭ってしまったそうだ。かわいそうに。日本でも問題になっていますね。みんなスマホを持って歩いてるから、取り締まりが難しいんですよね。いわゆるこういうスタイルだったから事なき生えたそうだ。ナイス下段ガードです。けれど相手は道を尋ねるふりして顔まで撮影してきたそうだ。それってサミーさんを狙っての犯行じゃないですか？サミーさんの場合、それこそ変装してもスタイルで分かってしまうからな。けれど、普段からお仕事で、プライベート時より気を使って肉体美を披露されているわけでしょう？仕事時もプライベート時もこういうスタイルであるなら、仕事時の方が美しいものが見られると思うのですけど。実際、露出の多さはあんまり関係ないんだと思う。世界には人が嫌がる部分に付け入るものが必ず一定割合で存在してしまう。いろいろな形で発露するそれの一つが盗撮という犯罪なんだ。根本的な解決の道としてはやっぱり社会全体が向上するしかないと思うぜ。そう入っても地下鉄はもう使わない方がいいですよ。事務所も球団もタクシー代を支給してあげてください。この件ではファンたちが証拠や情報を提供してくれて、サミーさんはそれを警察に提出し捜査協力しているぜ。まるでラン姉ちゃんみたい。犯人は複数のサイトにアップロードしてたから IP から突き止められるかもしれないそうだ。ことの顛末まで対処し、発信までするとは、こんなところでもチアリーダーですね。こちらは派出所に証拠を持っていく際の映像だぜ。そんなところまで撮られるんですか？それに、警察へ出頭するにしては、格好がかっこよすぎでは？これだと、あなたそんな格好してたらまた盗撮されますよって言われちゃいませんか？私が思うにこれは、アリー・マイ・ラブってドラマで、ミニスカートを身上とする弁護士のアリーが、ミニスカートが原因でセクハラされ、裁判をしたり、その後もミニスカートが原因で様々な困難に直面しても、それでもミニスカートを貫くんだけど、それと似た気持ちじゃないかな。女心は難しいですね。そんなことないぜ。社会全体が露出を控える方向に動いていくならともかく、サミーさん一人だけに生き方を変えさせてはならないからな。なるほど。サミーさんの露出を控えさせても、解決もしてないのに、これで大丈夫って、安心だけしちゃいますからね。それに、サミーさんって意外とビビリで、服装はガーリーからスポーティーまで色々着る人だろ？このロック系の格好は、不安を吹っ切るための勝負服ではないかと私は見ている。言われてみれば、この服装もかっこいいだけで、本来何も問題ないんですよね。派出所の警官も、あなた覚悟して来てる人ですね、って思ったことだろう。単に参考のため、盗撮された時の格好で来てくださいって言われたのかもしれませんよ。もしそうだったとしたら、勝負服とか言って深読みしすぎた自分が、ちょっと恥ずかしいんだぜ。まあ私もアリー・マイ・ラブ見てなかったら、短いスカート履いてるサミーさんにも問題がある。で、終わらせてたかもな。アメリカドラマは、こういった社会問題を高度に描きますよね。人種問題や社会問題に関して、あいつら良くも悪くも20年先行ってるからな。タイムリーに見てもわからなかった問題が10年20年して日本でも起きたりするから驚くぜ。母乳をやめてからこの子にダイエットをさせてます。日本ではビーガンという言葉もない時からビーガンの問題を描いていたんですね。赤ん坊には野菜や豆腐より脂肪やタンパク質が必要なんだ。あなたには黙秘権がある。何の罪で？幼児虐待の容疑ですよ。
これは、両親が行き過ぎたビーガンであるせいで赤ん坊が病気になったとみんな思ったけど、その常識のせいで本当の病気の原因を見逃してたってシーンだぜ。うわぁ、高度ですね。そうだ。社会問題はすぐ結論を出そうとしちゃダメなんだ。答えは簡単なところにはないからな。そんな難しい立場に立たされながら、サミーさんは考えられる限りの聡明な行動をとったと称賛したいぜ。のっぴきならない状況での真摯な行動にこそ、その人の聡明さが現れますからね。社会的リスクを高めることが社会を犯罪から守ることにつながるんだぜ。声が上ずってますよ。上ずってないぜ。気まずい理由を教えてあげましょうか。兄さん的なそれ以上近づかないで。といった自信の発言が、自信に重くのしかかってるのですよ。のしかかってないもん。私が紹介している公式やファンたちが撮影した動画は、ルールとマナーを守って撮影されたホワイトなものだと伝えておきたかったんだ。同じ日の同じシーンの動画でさえそれぞれのアングルの良さがあって、どちらを紹介すべきなのかとても迷うんだぜ。どの動画も被写体への尊敬と愛情を持って全力で撮影されているから、こんな拮抗が生まれるんだ。ブラックな動画とは違うこと、分かってくれだぜ。活躍と進出を後押しする行動が、ファンたちがしている応援であり、可能性を狭めてしまうのが、ブラックな行為ということですね。活躍の場が広がると、社会への影響力が増してくるだろう。だからこそ、より良い影響をもたらしてくれる人を応援したくなるんだぜ。オパオパしよう、オパオパしよう、オパオパオパ好きよ。ファンたちの動画を失ったら、我々ハビの基準を喪失してしまいますね。ファンたちの動画は、どんどん発展していってほしいな。美しい。けれど、許可のもと撮影してるファンはホワイトでも、まとめ転載してるあなたは黒よりのグレー。それは本当にすまないと思っている。本当にすまないと思う。盗撮だけじゃないぜ。実は2018年にもサミーさん含めたシスターズ3人が詐欺被害に遭っている。大丈夫だったんですか？業者からお店のオープンイベント案件が来て、サミーさん含めたシスターズ3人が現場到着すると、そのお店がない。セブンイレブンで寮を取りつつ、業者に連絡するも、新しく伝えられた住所はデタラメ。イベント告知はしていたので、ファンたちも集まる。サミーさんたちはファンに謝り、急遽撮影会を開いて対応していたけど、その中に架空案件を出した犯人も混じっていて、サミーさんたちに声をかけたり、悲しんでいる様子をすぐ近くで観察していたそうだ。詐欺なのに変態的行為って、もう自白してるようなものですよ。その後に通報に至り、業者を装っていた犯人は逮捕されたそうだ。地域貢献していると、そういう詐欺にもあってしまうんですね。きっと、サミーさんたちは、こんなダンスを見せよう。あんなところに気をつけようって、お店のために、一生懸命練習してたんでしょうね。これは当時流行した詐欺で、被害申告はしていないものの、いくつかの球団のチアが同様の被害に遭っていたそうだ。こういったことが起きては、チアたちも地域活動がやりにくくなりますね。社会貢献ができなくなると、日本のアイドルのように、日の光の下では踊れぬ閉ざされた文化になってしまうかも。どうして彼女たちは、様々な困難にめげず頑張っていけるのでしょうか？还有一发孔不让，右半边的飞球打到短击，你是不是要哭了？我看2天了。高所恐怖症なのに、泣きながらアトラクションに挑んだり、你要自己数还是我帮你？どんなに辛い時でも、どうして頑張っていけるのでしょうか？私が思うに、それは、サミーさんたちが日常的に、困難や妨害を乗り越える、訓練をしているからじゃないか？夜間さんがよくやるこのちょっかいは、訓練の一環と？例えばこれは、ダンスリハで突然音楽が止まってしまうというハプニング映像だ。どうなるんですか？代わりにアカペラで踊り続けるぜ。みんなすごいですね。サスでもデルタでも、どこでも最高の人材になれますよ。さす
デルタフォース？私がやりたいのはたった日本ではレールから外れたら終わりとかよく言うだろ。言いますね。整備されたレールの上を走る。これはもう現代人にとって土台みたいなものだ。でも予想外の困難や妨害に対処する能力が身につかないという弊害がある。日本人が鬱になりやすかったり、くじけてしまいやすい原因かもですね。こんなに妨害はあるのが日常なんやで。サミーさんの凄さはこの映像を見るとよく伝わってくるぜ。すげえ。何かを極めても、さらにその先があるんですね。この夜間はチアたちを決して楽には活躍させてくれない。でもその困難がチアたちの内面に磨きをかけるんだ。夜間に学ぶ日が来るとは。私がやりたいのはたった一つ。ひなみ沢分校の部長。普通は犯罪に遭遇してしまった時、そっとしておいてあげるのが良いと思うんだ。そうですね。けれどサミーさんたちは訓練された精鋭だ。困難に直面した時同情するのではなく、さらなる期待をかける方が彼女たちへの励みになるんじゃないかって私は思うんだ。サミーさんたちが模範を示していけば社会も向上していきますよ。サミーさんたちはサミーさんたちのまま笑顔で頑張っていけばいいんですよ。ああ、私もまとめ天才でよければいくらでも支援するぜ。あんたは少しは反省しなさいよ。ところで、サミーさんの前で踊っているこの子は誰ですか？誰だろうな。結構ダンスうまいな。まるでチーズがトマトを、トマトがチーズを引き立てるような組み合わせですね。サミーさんとここまで引き立て合うなんて、この子も結構重さと見たぜ。この子、チュンチュンに似てないか？あのチュンチュンがこんなに踊れたら、私だってチアになれちゃいますよ。チュンチュンじゃないことは確かだとすると、一体、誰なんだろうな。チュンチュンだ、このネタもうええわ。チュンチュン、すごく真剣な顔だな。チュンチュンが上達するほど、サミーさんも実力をアンロックできますからね。二人を見ていると、ガンバスターの、カズミとノリコを彷彿としてくるぜ。お姉様はチュンチュンなんですけどね。お姉様、あれを使うわ。よくってよ。スーパー稲妻やめろよ。ところで、期待を寄せるだけでなく、私たちにもできることってないのですかね？あるぜ。これを覚えればサミーさんが喜ぶ、たった一つの、埼玉なーが。本当ですか？まずは予備知識を伝授するぜ。こちらはサミーさんが出演した、ホワイトバラエティだ。ホワイトバラエティ？どう見てもホワイトかつ、健全な番組だ。どちらかというと、ちょっとアダルト向け。おいまんじゅう。自分が社会の模範になったつもりで、慎重に判断するんだ。私がですか？ああ、社会的模範を定める、重要な判断だ。ホワイトですね。ホワイトだよな。RGB 的にホワイトですしね。RGB 的にホワイトだしな。体型的にホワイトですしね。体型的にホワイトだしな。かわいい、かわいい、超かわいいサマーですからね。サマーだもんな。まんじゅうも頑張っちゃうよ。変態まんじゅうはさておき、別の番組だ。ひでえ。うわぁ、美味しそうです。汗だくで頑張ってますね。サミーさんらしい爽やかさです。那我是刘航全。好，恭喜过关。食べれたようで、よかったですね。じゃあ、次の番組な。3颗。
第3颗。また食べてますね。これはマシュマロを何個頬張れるかのゲームだ。第4颗。結果は司会の人が22個頬張って圧倒的優勝を果たしたぜ。うよい。これはよくある、ダンスうまいの？じゃあ何か踊ってみて、ですね。困ってしまうリクエストにも対応してくれるのが、サミーさんの優しいところだな。サミーさんって黒もよく似合いますよね。そんなまんじゅうに黒髪時代のサミーさんの映像だぜ。ああ、私が子供の頃、近所にこんなお姉さんが住んでたんですよ。そうなのか。大きくなったら、あのお姉さんと結婚するんだって、子供心に思ったものです。そうなのか。己の力量をわきまえる。ひでえ。こちらは、手品を取り入れた創作ダンスですね。今夜は、月が綺麗ですね。なんだラグビーの墓だぜ。墓はやっても、バカはやるな、ってことだぜ。うまいこと言いよって。これは、女子がダンスをして、ダンスをする企画なんだ。文化祭で盛り上がるやつですね。あれ、どうしたんですか？置いておいたバットが転がって、見失っちゃったんだ。ハプニングもあるんですね。こちらは平成世代が昭和カルチャーを再現、みたいな企画じゃないか？へえ、毎回面白いこと考えますね。あ、5000部ですよ。楊貴妃が踊ってたやつだな。これ、日本ではなかなかお目にかかれないんです。それをサミーさんたちが踊るなんて、文化的に貴重ですよ。こんにちは、ダジャハオ。短い今と書いて、ブアンジンと読むのですね。海外には馴染みない発音だから、サミーという英語名を用意してるんだ。へえ、そうだったんですね。本名は風信イーさんだから、サミーは本名に近い発音だな。私も英語名つけたいです。レイムなので、ライムとか、レインとか、レミーなんかもいいですね。ああ、まんじゅうは英語字幕で、バンズか、パンケーキにしてあるから、考えなくていいぞ。そっち方向でつけんなや。こちらは、ショッピングデートの企画だ。台湾のティーンエイジャーたちは、こういうのを見て、デートの仕方を学ぶのですね。サミーさんは、野菜を値切るって呪文のように唱えてるぜ。野菜？やっぱりチアらしく、体を張る番組も多いな。腹子？お腹で風船を割る勝負だ。早く割った方が、クイズの回答権を得られるぜ。体力と知力を同時に競うんですね。頑張って。レースでは負けちゃったけど、相手が3択を外し、回答権が回ってきたぜ。これはモンティホール問題と同様事象なので正答率は 66% に収束されサミーさんは正解するでしょう。いや、50% だぞ。こちらはコント、お年寄り、みたいな感じじゃないか？そんな感じしますね。骑车过弯要减速。こちらは、交通安全啓発ですね。骑車过弯需放慢速度。夏場は薄着で特に危ないから、十分気をつけてくれたぜ。あら、セクシーなバラエティですわね。出演者がセクシーなドレスを着ていると、こちらも語尾が舞踏会になってしまいますわね。おなじみの、言った数と出した数が合ってたら、足でポンするゲームですわね。サミーお姉様見えてますわよ。これは足でカードを折って眼帯を施すという高度な戦術ですのよ。みんなにじゃありませんのよ。台湾チアって歌のお姉さん的ポジションと思っていたのですが、もしかして汚れなんですか？不能输，不能输，不能输，讨厌。肚子是不是酸？
そうとも言えるし、そうでないとも言えるな。というと？日本の場合、女優はドラマ、アイドルは歌番組、グラドルはセクシー、みたいな住み分けがあるけど、向こうはあまりそういうのがないんだ。そういえば、チュンチュンも教育番組に出てたかと思えば、水着番組にも出ていて、ギャップに驚きましたね。タレントの人数が不足している、みたいな感じですか？そうとも言えるし、そうでないとも言えるな。というと？テレビばかり見てないで説明しなさいよ。ああ、まだ見てたのに。これらの理由はシンプルだ。日本の民放が5チャンネルなのに対し、台湾の民放は100チャンネルもあるからだ。100？視聴率 1% で日本の 20% に匹敵し、近頃では進撃の巨人が 1% を突破し話題になったそうだ。日本でも深夜放送で 2.5% ほどでしたね。このチャンネルの多さは、偏向報道を防ぎ、言論の自由を確保すべく、民放の自由化に力を入れた成果なんだ。あちらはほんと、我々が欲しいものをあっさり手に入れますね。100チャンネルもあると、エンターテイナーの需要も幅広いし、多くの人にチャンスがあるんだ。チャンスが多いのはいいことですね。スポンサーも分散するから、番組制作費が少ないことが悩みの種みたいだ。でもそのおかげで、中小企業でもスポンサーになれたりするぜ。そういった市場から、サミーさんたち公人は、時にはジャンルも思想も全然違う番組に出演する。ダブルスタンダードに見えてしまうこともあるかもしれないけど、職業柄も考慮してあげてくれだぜ。公人とは、芸能人ではなく、松岡修造氏のような立場なんですね。だからこそネバギバ。不思議に思ったことはないか？サミーさんたちはチアリーダーだけでも大変なのに、大学でのサイズで、ファッションモデルで、ダンスのプロで、音楽もできて、エンタメ力があって、演技はまだまだと言われているけど、私は好きですよ。歌も歌うし、MV、グラビア、安全啓発もこなす。美しい。そんな才女が、地域のために汗水流してパフォーマンスする。マーベルヒーロー。ここまでマルチで活躍する人材が輩出されるのは、マルチで活躍することを推奨する文化や社会背景があるんじゃないかな。サミーさんやチュンチュンは、昨今急速に国際化し、女性の活躍著しい、台湾文化を象徴する人物と、ヒロトモ。ヒロトモ。ひよともさん。さん。ありがとうございます。ありがとうございます。チュンチュンはいろんな物事に自然体でいられる心の柔らかさがあって、だからカンボジアではクールに虫を食べ、浴衣でたこ焼きも上手に焼けるんだ。上手に焼けました。高トモさん。言うなれば、国際社会の潤滑油だ。チュンチュンか言って、よく言われてますからね。他是在那个 YouTube 上看到。サミーさんは芯が強く、異世界人形のような対応力で、外資系の案件にも対応する。言うなれば、国際社会の板金だ。板金。サミーさんのあだ名は板金って言うんだ。スパナがトレードマークになってるくらい浸透してるぜ。インスタでグッズ販売もしてるから、気になったらチェックしてみてくれだぜ。大家好，我是短金，不是钣金。你现在收看的是麦卡贝爪 TV 运动频道。チュンチュンもサミーさんも元から何でも対応できたわけじゃない。いろんな勉強や経験が形になって素晴らしい人材になったんだ。今、台湾では多様な文化や企業をつなげる人材が求められているのかもしれませんね。グローバルサプライチェーンマネジメントってやつだな。そういう意味では、まんじゅうも日本文化を象徴する公人だよな。政治経済歴史カルチャー、何でも解説しますよ。さてさて、ここからが本題なんだぜ。サミーさんのように七色の姿を持ち、マルチに活躍するためには、あるスキルを身につけることが絶対不可欠になるんだ。あるスキル？そのスキルこそが、この、ドレスコードなんだ。TPO に合わせた格好と、振る舞いですか？そしてこのドレスコードとはサミーさんだけではなく私たちにも問われるものなんだよ。
明日の、王があ、なんかこれ解説しないでいいです。岩見と貴様。ロンドンどんより晴れてるパリカルメン麺よりパエリア好きスペードの女王気まぐれ屋さんきっと悩んだって